柴田の夏の夜空を焦がす花火。城下町柴田祭りの本格的な始まりを告げる市街地花火です。じゃあ行くぞ。ほとばしる気合、懸命に煽る引き手の若い衆。帰り台場は柴田の男の晴れの舞台です。それぞれの町内の意地と誇りがぶつかります。1年で一番暑い夜なので、最高の夜にしたいと思います。花壇の一番上で指示を出す頭取。台話に携わる者すべてが憧れる役目です。上町の頭取を務めるのは荻野誠也さん。柴田の伝統を受け継いでいくという強い思いで臨んだ祭りです。台話はやっぱり人と人とのつながりだと思います。みんなでやっぱり煽りながら、運行できるというのは本当に幸せだと思いますし、帰り台場は祭りの花。行く夏を惜しむかのように男たちは台話を煽りました。8月24日午後7時、柴田城址公園に威勢のいい太鼓の音が響きました。城下町柴田祭りの始まりを告げる市街地花火と和太鼓の共演です。柴田市内5つの団体が参加し、地元ゆかりの赤穂浪士堀部安兵衛にちなんだ安兵衛太鼓などを披露しました。午後7時50分、市街地花火が始まりました。打ち上げ場所の使用制限で今年が最後の開催となる市街地花火。スターマインや音楽花火、仕掛け花火などが夏の終わりの柴田の夜空を染めました。27日午前4時、身支度をした上町一番組の若い衆が台場と呼ばれる屋台の周りに集まってきました。夏の終わりを彩る城下町柴田祭り。いよいよ奉納台場が始まります。今年上町の頭取を務める荻野誠也さん。頭取は台場運行の総責任者。重要な役割です。秋が近づいてくる8月最後の祭りなんで、柴田の夏を、感じられる最後のお祭りだというふうに思っています。台場は前一輪後ろ二輪の珍しい構造の屋台で、祭りの主役とも言うべき大切な役割を担っています。台話というのは我々柴田市民にとってですね、本当誉れというような言葉が本当にふさわしいものだと思っております。今年もそれこそ台話が始まって299年、来年300年ということで迎えるんですが、とにかく、節目の前の年には当たるんですが、しっかりとした運行を進めていきたいと思っております。上町の台話は1781年天明元年に作られたもので、飾り人形は布袋に唐子、見送りは鳳凰に霧です。若い衆、果樹をついてくれ。上市一番組行くぞ。そろたよ。
町の若い衆、上町一番組荻野頭取の木遣りで今年の上町の奉納台話の始まりです。おはようございます。新発田市出身で元 SKE48 新発田市観光アンバサダーの田辺美月です。現在朝の6時、祭りの花とも言われる台話が今動き始めました。私自身初めて本格的に台話を見るのでドキドキしています。本日はこちらの台話をはじめとした城下町新発田祭りのすべてをお伝えしていこうと思います。新発田の台話は全部で6台、一斉に諏訪神社を目指します。男たちに煽られながら台話は進みます。煽りとは台話を持ち上げて地面に打ちつける動作のこと。台話そのものの重さと乗っている人の重量を合わせると煽る際の衝撃は 2.7 トンにも及ぶと言われています。台話はなぜその衝撃に耐えられるのか。その秘密は構造にありました。台話はあえて柱に遊びを持たせ、煽られた時に前後に揺れるようになっています。これが衝撃を逃がし、全国的にも珍しい煽りという動作を可能にしているのです。大地を打つ重い音を辺りに響かせながら台話は諏訪神社を目指します。武者だまりに6台の台話がやってきました。本格的な台話を見るのは初めてだったのですが、地面を叩きつける音の迫力がすごかったです。さて、こちらには新発田の台話が勢ぞろいしています。そして間もなく奉納台話の一斉煽りが始まります。武者だまりで奉納台話の一斉煽りが始まりました。煽りは新発田の台話の花。6台の台話が意地と誇りをかけて煽り合います。上町も荻野頭取の統率のもと見事な煽りを披露しています。午前7時、奉納台話の先頭を務める泉町台話が諏訪神社にやってきました。御神門の前で台話は煽られます。自分たちの町内の台話を諏訪神社に納めるのが奉納台話。これに対し諏訪神社から自分たちの町内に台話を引いて帰るのが帰り台話です。上町の台話が御神門前で煽ります。新発田の殿様がこの台話が一番と言ったことから一番組の名がついたという上町台話。若い衆が一つになって見事な煽りを見せました。今朝の奉納台話いかがだったでしょうか。天気も天気だったんですけども、大勢若い衆出てもらっていい煽りともみ合いできて無事奉納できたので良かったです。雨が激しさを増す中、奉納台話のしんがり下町が煽ります。今年は新都踊りの藤井勝さんが若い衆を束ねます。煽りを終えた台話は諏訪神社の境内に運ばれます。こうして今年も6台の台話が無事に諏訪神社に奉納されました。新発田藩は初代藩主溝口秀勝が豊臣秀吉の命を受け加賀大聖寺から入府して起こした藩です。その溝口秀勝が祭神の一体として祀られているのが諏訪神社です。お諏訪様の愛称で市民に親しまれている諏訪神社。この諏訪神社と城下町新発田祭りの起源も実は密接な関わりがあるんです。
1688年元禄元年に諏訪神社の社殿が現在の地へと移されました。そして元禄5年、町方より灯籠を諏訪神社前に飾るようお達しがあり、これが祭礼の始まりと言われています。台話の起源は1726年享保11年六代藩主直春公の時、祭礼をよりにぎわいのあるものとするため、飾り人形の屋台を出すようにというお触れを出したのが始まりと言われています。27日午後6時半、柴田に夏の夕暮れがやってきました。今夜は民謡流しです。私も浴衣に着替えてきました。お祭り気分で柴田の民謡流しを楽しみたいと思います。今年の柴田祭り、どんなお祭りにしたいですか？柴田はもう300年でしょ、この大和も含めてね。はい。そしたらやっぱり伝統は大事にしなきゃいかん。でもやっぱり時代と合わせて新しいものを作っていくという、これも大事だと思うんだよね。だから伝統と新しいものの創造、この2つをずっとやってきたから、やっぱり300年が続いてきたんだと思うんで、この良さだけは引き継いでいこうかな、そう思ってますよ。民謡流しが始まりました。柴田神宮の軽快なリズムに乗って踊りの波が揺れます。田辺さんも柴田市観光アンバサダーの同僚石井圭さんとともに踊りに加わります。日中降っていた雨も上がり、民謡流しには絶好の夜となりました。民謡流しは今回何回目の参加ですか？今回初めて参加しました。初めて。はい。さあ今日のために踊りは覚えたりしました？学校でみっちり2回練習しました。そうだったんですね。その成果はどうでした？他の団体の方すごく綺麗に踊られてるんで自信ないです。この民謡流しの魅力って何だと思いますか？そうですね、やっぱりみんなが同じ動き、踊り、一体感っていうのがやっぱり一番の魅力じゃないでしょうかね。曲は変わって柴田音頭、ゆったりとした少し哀愁を帯びた旋律が流れます。奉納台場で明けた一日は民謡流しで幕を閉じました。8月28日、城下町柴田祭り2日目の夜がやってきました。柴田中央高等学校吹奏楽部を先頭に夜のお祭りパレードのスタートです。女子サッカーアルビレックス新潟レディースは柴田市出身の滝川由夢選手などが PR に来ました。毎年楽しみにしている市民も多いという祭りパレード、今年も大勢の観客でにぎわっています。戸川小学校の皆さんは柴田城をかたどった手作りの灯籠みこしで参加です。色とりどりの電球できれいに飾られた巨大な金魚台は柴田祭りには欠かせないものの一つです。柴田藩初代藩主溝口秀勝公にちなんだ溝口大祖神おみこしも祭り一色となった町に繰り出してきました。上町の皆さんは台話とともに大切に受け継いできた額面まといと伊達道具で参加です。
台湾運行300年の来年に向けて機運を盛り上げようと、柴田大和を継承していく会の皆さんは柴田っ子大和でアピールします。最後にやってきたのは柴田白天組越です。女性たちが法被姿もあでやかに、掛け声も勇ましく街を練り歩きます。さあ、明日はいよいよ城下町柴田祭りのフィナーレ、帰り台和です。8月29日、今日は城下町柴田祭りの花、帰り台和です。上町の愛宕天満宮を訪ねました。引き手の皆さんが帰り台和の準備をされています。私もなんだかドキドキしてきました。いよいよ帰り台和の日となりましたが、今のお気持ちを聞かせてください。はい、27の奉納台はもう若い人も元気で無事掃除に奉納できましたんで、今日も帰りの愛宕天満宮まで、無事に帰ってくれるような台和にしたいと思っています。台和が祭りで運行されるようになって来年で300年。祭りとともに町内の宝である台和を後世に受け継いでいくためには、台和に対する理解を深めることも大切だという考えで、今年5月に行われたのが上町台和の解体組み立てです。台和はどんなふうに、構造になってて、あれだけ激しく煽ってもなんで壊れないのか、また音はなんで出るのか、こういったものをですね、つぶさにやっぱ感じてもらって、若い連中が今度、子供孫に伝えていくと。こうした先輩たちの思いは、未来へ台和を受け継ぐ人たちにどう伝わっているのでしょうか。柴田の貴重な台和をどう受け継いでいきたいなって思っていますか。300年と言わず400年500年といきたいですけど、やっぱり、柴田だけじゃなく新潟県で有名になればもっといいと思います。少し日が西に傾いた頃、諏訪神社に男たちが集まってきました。私も上町の法被に着替えました。女性は台和を引くことはできませんが、このお水を積んだ車を引いて途中若い衆の給水のお手伝いをしながら帰り台和の醍醐味を楽しみたいと思います。さあ、帰り台和出発の時間です。午後6時、帰り台和の先頭を務める下町和組台和が動き出しました。諏訪神社を出た台和は武者だまりに向かいます。じゃあ行くぞ。ほいの滝のぼり。上町も出発の時を迎えました。木遣りを合図に全員が心を一つにして煽ります。田辺さんたち給水部隊も神社を出ました。武者だまりで下町と泉町が早速煽り合いです。そこに上町も突っ込んで三つどもえのお祭りとなりました。大地を揺らし激しくきしむ台和。柴田の男たちの意地と誇りがぶつかります。帰り台和は煽りと若い種の激しいもみ合いを繰り返しながら自分たちの町内に向かいます。今年初めて頭取を務める下町の藤井さんも見事な采配を見せます。緊張とかそういうのはないですか。もうすごく緊張してますまあとにかく元気よく、この柴田祭り盛り上げていけるようにみんなで頑張っていきたいと思います。ドスンドスンと前輪を地面に打ちつける音が響きます。一心に煽り激しくもみ合い、引き際はさっと分かれる。
これが柴田の男の心意気です。最高の若い衆が集まってくれました。柴田で1年で一番暑い夜なので、最高の夜にしたいと思います。武者だまりで煽り合いを終えた台場は若い種に惹かれて立売町交差点へと向かいます。お水、はい、お願いします。休憩時間は給水部隊の出番。一杯の水が若い種に力を与えます。立売町の交差点に6台の台場が揃いました。帰り台は一斉煽りが始まりました。街灯を消して昔の姿で行われた一斉煽り。煽るたびに提灯の明かりが大きく揺れ、台場を美しく照らします。この時、柴田の6台の台場は一つになりました。音の大きさにすごくびっくりして、迫力がすごかったのと、汗だくの中一生懸命煽っている姿にとても心を打たれました。下町、泉町、上町の台場が中央町交差点に来ました。3台で祭りの最後を締めくくるお別れの煽りです。男たちの長い夜が終わります。上町の台場が町内に帰ってきました。今年の帰り台場はいかがでしたか？本当若い衆も元気よく、スタートから最後の後テーマ具まで精一杯頑張ってもらって、他の町内ともたくさんお祭りができて市民の皆さんにも喜んでいただけたらと思ってます。帰り台場では柴田の皆さんの熱さに触れることができました。また来年も見に行きたいと思える、そんな帰り台場でした。柴田に生まれ台場で育った男たち。その伝統は次の世代へと受け継がれていきます。来年は台場運行300年の節目の年。その時が来るまで台場はまた1年眠りにつきます。